さて皆さん、チャンネルへようこそ。今日はね、雪が降りまくってますけどもね、こういう日やないとね、射撃場空いてないんですよ。それから今日来ましたけども、今日はシティハンターのね、実験ナンバー2ってことでやりますけども、数ヶ月前にこの手を使った実験をね、やりましたよね。何のことやと思ってる方いらっしゃるかと思いますけども、シティハンターっていう漫画があります。そこでですね、犯人がいまして、そいつがね、人質を取って、この銃を向けてたんですね。そこに主人公のサイバリオが来てですね、犯人の後ろがガラスになってて、通行人が後ろを通ってたんですよ。ですので犯人を撃ってしまうとね、その犯人を通り越して弾が貫通しちゃって、後ろのねガラスを通り越して通行人に当たってしまう可能性があるということで、彼がですね自分の手を犠牲にしてですね、自分の手のこの骨の間を打って、弾の貫通力を落として相手のね体から抜けないようにしたわけですね。でそれの検証したわけですけども、ご覧になった方はねおそらくもう予想できると思いますけども、フルメタルジャケットの場合ね貫通しちゃいます、簡単にね。前回は16インチのジェルブロックを後ろに置いてたんですけども、それもね簡単に貫通しちゃいました。で今回はこのなんとボブ2世を使ってですね、頭と今度肩がついたボブ2世を使ってですね検証していきます。さて今回もね前回同様、この手からねすぐ近くのところで撃っていきます。そしてねこれ手めちゃくちゃ近いですけども、前回動画を出した時にいろいろコメントいただきまして、この手が近すぎると、実際のね漫画の中で5、6メートル離れてたって言われたんですけど、正味ね実弾やから関係ありません。こんなね10センチ5、6メートル、そんなね実弾ではあんまり変わりないんで、そこはね、ご了承ください。今度ねまた手を打ってみて、で肩を貫通するかっていうのをね今度見ていきたいと思いますけども、貫通した場合ねしっかり分かるように後ろにね、段ボールを置いています。で段ボールがね穴に開いたらしっかりね貫通したって分かりますんで、では実験やっていきましょう。では実際にねこの骨と骨の間をね狙って打っていきます。でそして肩の一番太いところをね、貫通するように狙っていきます。いきます。さてと、えげつないことになりましたけどね、ここに当たって、手はね、比較的綺麗に抜けてます。はい、で型に入ったんですけども、ここにねエントリーがあります。見えるかな、しっかりありますよね。でそしてね綺麗になんと貫通してます。この後ろ側からね抜けてますね。はい、ここからね綺麗に抜けました。でね段ボール、これ上に上がっていっちゃったんで段ボールにもね穴が開いてないですけども、ということでねフルメタルジャケット簡単に貫通するってことがこれで分かったと思います。さてせっかくなんでね38スペシャルも用意してます。それでね一回これで試してみましょう。フルメタルジャケット38スペシャル。さてさて38スペシャルもね同様に、フルメタルジャケットさすがですね。ここにねエントリーがありまして、しっかり抜けてね、こちらまた同じ似たようなところに当たりましたね。鎖骨に当たりましたけども、そしてね今度この下の方からエクセットしています。簡単に貫通してますね。ですんで手で打ってもね貫通しちゃったのはねこれで分かると思います。おまけにねこちらちょっと段ボール当たらなかったんでねしっかりは言えないんですけども、ガラスとか置いててもねおそらく割れちゃうぐらいでしょうね。今度段ボールをもうちょっと近づけてみましょう。さてフルメタルジャケットではねもう拉致があかんということで、今度こちら 9mm のねクリティカルディフェンスっていうねホロポイントを用意してあります。これで打ってみて型で止まるかっていうのをちょっと見ていきましょう。いきます。
さてと、これはちょっと面白い結果になりましたね。まず手が吹っ飛んで、それでね、弾がねここにあるんですよ。だから跳ね返った感じかな。でもコアがないかな。コアが抜けてる。ジャケットはねここにもう落ちてるって感じですね。そしてなんとコアがここにあった。弾がここにある。見えるかな。めり込んでますけども、うわってことは、ほらほらほら出てきた。弾出てきましたよ。すっげえ。ってことは貫通しないギリギリ貫通せんってことか。面白いなこれは。でもね、これ正味って手を打つ必要があるんかちょっと不思議になってきましたね。こっちねちょっともう割れちゃってますけども、こっち比較的ダメージの少ないこっちの肩でね一回打ってみて貫通するかっていうのからね見てみましょう。この手を打たないです。もう肩そのまま打っちゃいます。いきます。では今からねここを狙って打っていきますけども、同じくホーネリークリティカルディフェンス 9mm で打っていきます。果たして抜けるんでしょうか。さてさてエントリーがねここですけども、ここから入ってね、ここに破片が一つあるんですけども、残りは抜けてる感じですね。手がもうかじかんで感触がなくなってきた。ここにね弾が落ちてます。ってことは貫通力がねかなり弱まってるってことですね。でこんだけやったらね後ろに例えばガラスがあっても貫通しないんで、答えから言うとサイバーリョウは自分の手をね犠牲にする必要はなかったってことです。ホローポイントさえ打ってれば、 9mm のホローポイントさえ打ってれば相手をね貫通させなくても、打てたっていう結果です。でこれだけやったらね、ここにちょっとへこむぐらいやったらガラスとかに当たっても絶対割れないんで、後ろに通行人がいてもね、決して危ないわけではないんで全然大丈夫やと思います。ということでホローポイント非常に重要ですね。さてボブさんにはねもうちょっと頑張ってもらうので、次はこちらこのリップ弾でね型を打っていきたいと思います。いきましょう。ではリップ弾いきます真ん中あたりいきますね。お開いた開いた、貫通した。さてエントリーがねこちらで見事に貫通します。そしてね破片がねリップ弾の破片がここら辺に集中しています。見えるかな。ここら辺にね数個ありますけども破片が集中しててね、コアは完全に抜けちゃってますね。後ろの段ボールにしっかり穴が開いてますんで、コアが完全に貫通したことが分かります。これはちょっと危ないですね。せっかくねまだ手が残ってますんで、今度はライフルで300ブラックアウトでね撃っていきたいと思いますどうやったさて綺麗に貫通しちゃってます。まあね500マグナムみたいにね爆発するわけじゃないんで、まあおもろい結果やったと思います。実はねあれからものすごい雪降ってきてね逃げました。もう手がね感覚なくなってきてもうたんでね、もうあれからやっても意味ないやと思って家帰ってね、今日また帰ってきてます。今からね最後やれなかったこちら M500 でね50口径の弾でこの手を打っていきたいと思います。いきましょう。ではいきます。さてちょっとミスったんで、ね、近づいていきます。ご覧の通りにどでかい穴が開きました。骨もこれぐらいになってる。さすが M500 ですね。もう指もねどっか吹っ飛んじゃいました。
さてバンバン打ってきましたけどねえらいことになりました。もう跡形もないですけども、やっぱりね50口径すごい威力ですね。手がこんなになっちゃいます。はい、ということでね皆さん、結果通りといったら結果通りですかね。フルメタルジャケットやとねやはり手を通して打ってもね肩抜けちゃうってことが分かってます。さらにねホローポイント、これはちょっと意外な結果やったと思いますけども、まあ手を通して打った時にねもう球も出なかったですよね、肩からね。逆にね今度手を通さないで直接肩を打った時にね球はねちょっと抜けましたけども、後ろの段ボールはね貫通するような威力はもう残ってませんでした。ということでね、結果から言いますとサイバーリオは、わざわざ自分のね手を犠牲にしなくともですよ、9ミリのホローポイントさえ使えば相手の肩をね、打ち抜くことなく、打ち抜いたとしても後ろのガラスをね貫通せずに、通行にも影響が出なかったというね結果になりました。はい、皆さん質問等ありましたらコメントにねいっぱい残してください。今週もありがとうございました。では。